諸君ごきげんよう。新生メガネっ子帝国皇帝のメガニヒである。諸君、陳は怒っておる。この数字を見よ。現在、陳のチャンネル登録数は86。それに対して、メガネっ子が好きだと答えたもののリツイート数は36。そう。メガネっ子好きが存外に少ないではないか。冠を戻そう。陳はこれまで良質なメガネっ子を世に送り出すことで、より豊かなメガネっ子文化を育めるのではないかと考えておった。しかし世間ではそうではないらしい。まずメガネっ子の良さというものを伝えなければならないと陳は確信した。よってこれからはまずメガネっ子の良さについて何編かに分けて放送を行い紹介していこうと思う。無論メガネっ子が好きなものはすでにおろうが、そのようなものも陳の大メガネっ子主義の考えと異なる点を見つけ出し、比較、それぞれの思いというものを改めて考え直してほしいと思っておる。ではそもそも論からいこう。メガネの歴史からじゃ。メガネは11世紀アラビアで視力補正用にレンズを使用したことから始まる。そして13世紀ドイツでルーペが開発される。そう、メガネは読み書きができる知的上級階層のものだった。当時はおそらくラテン語が読めるものが知的上層階級、つまり教会の上層部にいたのだと思う。しかしその一方で教会による迫害も始まった。視力低下は神のおぼし飯。そう、この人間の自然な老いを妨げるレンズは許されざる者、悪魔の所業として扱われた。しかし一方で同時期にベネチアの職人たちの手にガラス技術は向上、後のメガネの発達に役立つ。その後のメガネの発達については形状の変化であるとかにとどまるため、機能についてはここが一つのビッグバンの根源となろうということでまとめじゃ。メガネは知的階級の道具として生まれた。現代の大量生産がなされるまでメガネは高価値だった。そして加えるならば、メガネは成り立ちから宗教的争いの中にあった。かつては悪魔の所業。現代では、いやー、あの子さ、メガネさえ外せばちょっと可愛いと思うんだよね。とか、お前あの子好きなのメガネじゃん。いや、コンタクトにすればいいと思うよ。という、これまた宗教的な争いの中にある。眉間のシワを消すのを忘れておった。あれ、消えない。消えた。では、ちょっとサブトピックからいこう。安価なメガネの普及。これは樹脂製のレンズの登場。ジンズやゾフなど安価なメガネ店の流通が始まったことが加わっておる。そう、メガネをファッションの一部に取り込めるようになった。
メガネっ子イコールダサい、やぼったいという風潮をファッショングラスによる払拭の可能性をはらんでおる。一方で、ジンズやゾフなどが売りたいメガネの形に固定される危険性もはらんでおる。そう。我々は安価なメガネの登場を手放しでは喜べないのじゃ。注視してメガネの多様性が保たれるようにしなければならない。では、メガネが知性のあるものの所有物だったとして、ではこれがなぜ知性と萌えとが関連するのかを分析していきたい。まず知性があるからこそできる行動が取れるということじゃ。例えばクーデレや自分の本心を少し押し隠す奥ゆかしさ。そう、本能的ではない行動も理屈がつく。それにより萌えが生まれる。次に行動に安心感を与えられる。これはお姉さん系メガネなのじゃ。知性が合理的で安定した行動を印象づける。三文芝居のアメリカ映画のやたらキャーキャー騒ぐヒロインなんかにはチンは飽き飽きしておる。じゃがこの行動の安心感というのはそういう意味ではストーリーの中で安心してその人物を見ていられるということにつながる。よりどころじゃな。これはやはり萌えにつながる一つの要素であると陳は考えておる。まあメガネのフレームによる補正効果もあるかもしれん。輪郭がちょっと丸っこく見えるとかそういった効果じゃな。さらにメガネっ子が優位になる状況でも不愉快感がない。優位になる状況とはツッコミ役、厳格な委員長キャラなどイニシアチブを握られても当然の帰結となる。むしろそういった状況下を好む人物にとっては嬉しい結果となるであろう。で最後にギャップ萌えの可能性じゃ。今まで挙げてきた知性があるからこそできる行動、クーデレ、お姉さん系メガネの安心感、ツッコミ役、委員長キャラなどの優位になる立場を一瞬覆すことでギャップ萌えが生じる可能性がある。これが陳が知性と萌えの関係について分析した結果じゃ。陳はあくまでメガネっ子の萌えを探求している身ゆえ、この知性と萌えの関係についてまだまだ浅くもっと深掘りできるかもしれん。だが簡単にまとめると陳はこういった帰結になると思う。ではメガネっ子の良さ第一編知性編を終わろう。そう、メガネは知性、知性は萌え。この関係性によりメガネは一つの萌え要素となっておるということが今回明らかになったな。ではまた会おう。さらばじゃ。